ーい。ゴッドが今どこにいるかわかりますか？どうもゴッドに興味がある人たった一人だけの上川 TV のゴッドです。いつもご視聴ありがとうございます。というのもこの上川 TV ありがたいことにチャンネル登録500人達成いたしました。イエーイ。そしてですね、500人達成したので質問箱を設置したのですが、なんと質問してくださっている方たった一人。いやー寂しいですよね。恋愛でもそうですけど、僕は視聴者さんにずっと片思いしてるんですよ。どうせなら両思いがいいじゃないですか。もしね、この片思いしているゴッドかわいそうだなと思う方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そうしましたらね、ゴッド一シュー嬉しい。おーい視聴者さん、ゴッドはこっちだよ。さてゴッドどこにいるか皆さんわかりますか？ということで今岡崎に来ているのですが、岡崎といえば岡崎城、東海オンエアの聖地、いろいろな魅力的なスポットがあるのですが、そんなとこ行けないよ。東海オンエアが好きな方、そして岡崎が好きな方、大変申し訳ございません。三度の飯より愛車が好き。あっちあっちあっちやけどするなこれ。ということで岡崎の方に長えなおい、入らねえやん。はい、ゴッドの中で岡崎といえば峠道なんです。ということでこれから峠道の方に行こうと思います。さてさて暑いんでエンジンかけて、涼しい。さあ峠道の方に行きますかと思ったんですけど、峠道どこ？とりあえず行ってみるか。ではでは行ってきます。じゃあねー。はい、とりあえずですね、どこが峠道なのかわからないので山の方に向かっております。いやー、岡崎といえばですね、ゴッドの中では峠道というイメージなんですよね。というのも一番最初にCRG 無限 RG のですねマフラー音を別撮りした動画はこの岡崎で撮影したものになるんですね。だから岡崎といえば峠道というイメージがゴッドの中にあります。そういえばですね、皆さんにお伝えしてないことがございます。この CRG 無限 RG 修理をする日が決定しました。やったね。やっとですよ。事故にあってね、修理できるかどうかってすごい心配してたんですけど、無事修理をする日が決定いたしました。よかった。修理するにしても完全な元通りにはなりませんというふうにですね言われましたんで、大丈夫か。本当に元通りになると嬉しいんですけど、貴重車種っていうこともありまして仕方ない面もあるのかなとは思いますが、怖いので、もしかしたらこの峠道がこのCRG 無限 RG で走る最後の峠道かもしれないんで、存分に楽しもうと思います。最後の峠道。やっぱコーナリング楽しいな。やっぱね、車といえば峠道を走るのが車の性能の全てをですね味わえますんで、峠道めちゃくちゃ好きなんですよ。最後の峠道になるかもしれないこの時を
楽しもうと思います。いや、よかったな、峠道に来れてよかったわ。もしかしたら峠道にも出れず没動画になる可能性だってありましたからね。ああ、いい音。やっぱりこの CRG 無限 RG という車はですね、走る楽しさがですね、桁外れに違いますね。やっぱり走る、曲がる、止まるがね、もう高次元に実現されちゃってますね。そしてさらに燃費も良いので、ほんまにスポーツカーの1個上を行ってるなと思います。いやー、このコーナーですよね。このコーナリングしながらヒール&ツーをかましていくこの瞬間、楽しいですね。フリッピング。いやー、ライダーさん、いやー気持ちいい。うわー楽しいなこれ。これですよ。これマニュアル車の楽しさですよ。前の車に追いついちゃったんでゆっくり走ります。自分でギアを変えれるのがね、本当に面白いな。はい、ここからは車の音だけをお楽しみください。暑いのでちょっとマスク外しました。ちょっと許してください。コーナーの安定感はね、すごいですね、本当に。この瞬間嬉しいですね。前のトラックがいなくなって自分だけになるこの瞬間、車好きは一番嬉しい時ですよ。アクセル踏めますんでね。給油口開いてるけど大丈夫かね。楽しい。うわー、川が綺麗。だいぶ暑くなりましたね。今年の梅雨は雨全然降らないですね。毎年6月になると雨めちゃくちゃ降るんですけど、今年はどうした？これも地球温暖化の影響なんですかね。ちょっと詳しい方教えてください。はい、どうも。行きます。このコーナーが多い道が楽しいわ。
みんな仲良く並んでたな。いいのかな。この峠道の楽しさよ。このハンドル切った時のこの機敏に曲がってくれるこのハンドリング、楽しいね。しかもスポーツモードにするとハンドリングが重くなるんですよね。こう切った時にめっちゃクイックに曲がってくれるんですよね。そしてリアがね FF 車なのにちゃんとリアが追従してくるんで、コーナリングの不安感あんまりないですね。結構なスピードでコーナーを曲がってもちゃんと曲がってくれるんですよ。でもしハンドリングがこう切り足す時にもしっかりと曲がってくれるので、やっぱいい車ですね。いや、ホンダさんもっとこういう車をね世に送り出してほしいですよ。今走りを楽しめる車ってどんどん減ってる気がするんですよね。しかもマニュアル車、このねマニュアル車っていうのももうちょっと増やしてほしいですね。マニュアル車だからこそ楽しめることってあるので、こうギアをこう固定しながら走るとか、今2速なんですけど、こうやって2速でずーっと走ってるっていうのも楽しいですよね。オートマは自動でやってしまうので、でもその分、速く走れるっていうねメリットもあるんですけど、ゴッドは速く走れるというより車を楽しむっていうところをね重視してるので、ずーっともうマニュアル車に乗り続けて10年以上経ちますけど、ずっとこのマニュアル車運転してますね。やっぱ久々にオートマ車に乗るとなんか物足りない感じがするんですよね。でもまた GTR とか NSX とかそういうスーパーカーに乗ったらまた違った楽しみがあるんだろうなとは思いますけど、決してオートマを乗っている方をバカにしてるわけじゃないんですよ。オートマ車もオートマ車なりに良いところってあるんですよね。もう本当に速く走れますからね。今の電子制御とかってすごいですよね。もう昔だったらマニュアル車の方が速いっていうのがあったんですけど、今はもうオートマ車の方がね進化してきてだいぶ速く走れますからね。もうこのギアチェンジのスピードもですねオートマの方が速いですからね。マニュアルはもうクラッチ踏んでギア変えて押して半クラにして戻す作業があるんで、その分タイムロスになるんですけど、このタイムロスがないのでオートマ車は本当に速く走れる。自分もいつかオートマに乗る時が来るんだろうな。でも当分マニュアル車に乗りたいな。この CRG 無限 RG はレブマッチシステム、今でいうホンダでいうレブマッチシステムがないので、もし失敗とかしたらですね、ヒール&トゥー失敗したらこんな感じでなるんですよ。失敗したら瞬時に車がね反応してくれるんで、失敗したなーっていうのが分かりますし、成功したら成功したっていうこの楽しいね瞬間を味わえるんでいいですね。今のシビックタイプ R はレブマッチシステムがね搭載されているのでヒール&トゥー必要ないんですよね。だけど切る機能もありますんで、レブマッチシステムを切ればちゃんとエンジンブレーキとか
聞いてくれるんだろうなとは思いますけど、その分助手席に乗ってる方に対してめっちゃ乗り心地が良くなったんだろうなとは思いますけどね。すいません、喋らないとか言ってめちゃくちゃ喋ってしまってる。ということで暗がり渓谷到着しましたんで行ってきます。いやー、滝がないなって思っとったらありましたわ。いや待って、滝まで行くのにさ、これよこれ。いや危なすぎでしょ。もう崖みたいなところをね、多分動画では分かんないんですけど、この角度ですよ。この角度でこの下を降りるっていうのは、足を滑らしたらもう川の下なんでやめます。で滝はこんな感じでちゃんとあります。ということで戻ってまいりました。なんだかんだで20分ぐらい歩いたんですけど、全然滝が見当たんなくてですね、滝すぐそこにありました。すぐあそこにあったんですよね。何だったんだ、僕の20分返してほしい。かっこいい。いやなんだかんだね20分歩いてきたんですけど、満足にね滝は楽しめませんでしたが、僕にはこの無限 RG がいますんで、これからまた楽しんでいきます。はい、以上で今日の動画終わりになります。このチャンネルでは車の運転する楽しさについて発信しておりますので、この動画が良いなと思ったらグッドボタン、そしてその横にあるチャンネル登録ボタンを押していただき、応援のほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。